どうも、モブです。今回は、竜の性能評価の動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、スキルについて説明していくよ。竜は、コア攻撃で、ブレイク中の効果を持ち、1突することで、コア攻撃使用後に、スキル2の属性ダメージを、一定時間増加させる効果が追加されるよ。次は、通常スキル1についてだよ。通常スキル1は、ブレイク中の効果を持ち、6回連続で使用できるスキルになっているよ。また、連続でスキルを使用するたびに、ダメージが増加する効果や、スーパーアーマーの効果を持っているよ。スーパーアーマーとは、敵の攻撃にひるむことなく、攻撃できる効果のことだよ。このスーパーアーマーは、デメリットとして、被ダメージが大きくなることが挙げられるよ。しかし、竜は、スキル使用中に、受けるダメージを減少する効果を持つため、ほぼデメリットがない感じかな。さらに、特殊効果として、クリティカルダメージを大きく増加できる、鬼狩りという効果を付与することができるよ。基本的には、スキル1を6回使用して、クリティカルダメージが増加したところで、強化版スキル2や、必殺技を使う感じかな。また、通常スキル1は6回使用できるということで、魔力消費量が心配になるけど、特性として通常スキルが命中すると、魔力を50回復する効果があるよ。本来であれば400以上消費するはずだけど、この特性のおかげで100前後で抑えられるよ。次は通常スキル2についてだよ。通常スキル2は通常スキル1と同様にブレイク中やスーパーアーマー受けるダメージ減少の効果があるよ。また通常スキル2を使用すると15秒間通常スキル1のダメージが増加し、ブレイクダメージが 30% も増加するよ。そのため通常スキル2を使用した後に通常スキル1を使うようにしよう。さらに1突効果で通常スキル1を5回使用するとスキル2が強化される仕様があるため、再度スキル2を使用する回し方になるね。次は水篠に適用されるサポータースキルについてだよ。竜はサポータースキルを使用すると覇王効果と覇王の道効果を永続で付与するよ。まず覇王効果はエシルと同様にブレイクに成功するとブレイク状態を長く維持してくれるよ。また覇王の道効果はブレイク状態の敵に与えるダメージが 100% 増加するよ。このようにブレイカーとしては非常に優秀なサポートスキルがあるため、いろんなステージで使えそうだね。次は特性についてだよ。まずゼロ突の時では通常スキルが命中すると魔力回復の効果があるよ。また諸菱アキナやシャーロットと似ていて、クリティカルダメージの能力値の一部がクリティカル率に置き換わるよ。そのためクリティカルダメージを大きく持っても他のハンターより損が少ないハンターになるね。さらに風属性パーティーのバフ効果として傲慢効果を持っているよ。この効果は通常スキル1を5回使用すると発動する効果であり、クリティカルダメージや通常スキルのダメージを 20% も増加させるよ。この効果は雨宮ミレイにとって強力なものになるけど、スキルの魔力消費量が増加してしまうデメリットもあるため、早乙女やミレイの魔力管理が少し大変になってしまうね。次は1突効果についてだよ。1突効果は竜ハンターもしくは味方のハンターがブレイクに成功するとブレイク状態が3秒間延長するよ。またコア攻撃を使用すると通常スキル2の属性ダメージがアップするよ。
そして特殊効果として波動効果と非根効果があるよ。まず波動効果は戦闘開始時に味方のハンターに永続で付与できるものであり、ブレイク状態の敵に与えるダメージが増加するよ。そのため破滅の力では大きく活躍する効果になりそうだね。また非根効果は通常スキル1を5回使用すると通常スキル2が強化されて再度使用可能になるよ。そのため通常スキル1の前後に通常スキル2を2回使う感じになるね。次は2凸効果から4凸効果についてだよ。まず2凸効果は単純にブレイク効果が増加するよ。また3凸では QTE スキルと必殺技を使用すると12秒間クリティカルダメージが 20% 増加するよ。さらに4凸効果はイスラと似たような効果で3番目に編成したハンターの与えるダメージと受けるダメージが増加するよ。基本的には雨宮ミレイを3枠目に置くけど育成次第によって竜ハンターを置くのも悪くないね。次は5凸効果についてだよ。5凸効果では通常スキル使用時に追加で2回分の攻撃を与えることができるようになるよ。さらにその攻撃ごとに追加ダメージが発生するため火力に大きく差が出ることになるよ。これは翻訳上仕方ない問題であり、正しくは下の表記になるよ。また次の文章もほんの少しだけ解釈の違いが出てくるよ。その次の文章は竜ハンターの HP 比率が敵の HP 比率より高い場合、必殺技ダメージとクリティカルダメージが 60% 増加するというものだよ。しかし実際に検証と翻訳を正してみると必殺技のダメージと必殺技のクリティカルダメージが増加するものだということが分かったよ。次は専用武器についてだよ。専用武器の効果は HP の増加と通常スキル2を使用すると15秒間クリティカルダメージが 30% 増加するものだよ。このように竜ハンターはクリティカルダメージやヒット数が特徴的なハンターであるためクリティカル率も高く設定してあげよう。次はおすすめのアーティファクトとコアについてだよ。まずアーティファクトに関しては貪欲8セットか貪欲4と優れた技量4セットが候補になるかな。基本的には3凸効果や5凸効果で自身の能力が大幅に増加するため2凸以下の人は貪欲8セットで雨宮ミレイをサポートしてあげよう。次はコアについてだよ。コアに関しては基本的に防御力や HP 参照のハンターが装着するもので大丈夫だよ。またギルドボスの際に竜ハンターの魔力や HP の比率が火力に大きく関わる可能性があるため残り1分近くの時の動画を右上に載せておくよ。最後に今回追加された封鎖任務のステージで戦っていくよ。
今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。